今回の産業まとめ。バレーボール選手の苦悩。化粧をしているのかというコメント。さらに悪質なコメントの数々。韓国の国内バレーボールチーム、テジョンサムスンブルーファングスに所属するキム・インヒョク選手はインスタグラムに長文のコメントを掲載しました。これによると、長年試合のたびに悪質なコメントが投稿されたり DM が送られ、それらに苦しんできたことを明らかにしてやめるよう訴えています。キム・インヒョク選手は太い眉に長いまつげという見た目から、なぜ目の化粧をしているのか、マスカラをしているのか、といったコメントが寄せられるようです。化粧はしたことがない、と反論し、スキンローションを塗ったことがある。これが化粧なら化粧をしたことがあると認める、と投稿文には書かれています。それだけならまだしも、男が好きなのか？ AV 俳優をしていたのか？などのコメントもあったことを示唆しています。これらには、ガールフレンドもいたことがあるが公開しなかっただけ、AV 俳優もしていない、と反論しています。さらに、10年以上続いた誤解、無視が答えだと思ったが私も疲れる。私をそばで見たわけでもなく、私のことを何もご存じないのに私を悩ませる悪質な書き込みはもうやめてくれ。持ちこたえるのも難しい、と苦しい心情を吐露しました。今回のこの投稿には多くの好意的なコメントが寄せられています。しかし他の投稿を見ると、心ない悪質なコメントが書き連ねられ、被害の深刻さがうかがえます。編集所感。今回の概要。アスリートへの誹謗中傷。化粧、それともフィルター？韓国社会の対策。東京五輪ではアーチェリー女性選手の単発や過去の発言や行動などからフェミニスト議論が起きたことは記憶に新しいです。今度は男性選手の外見に対しての嫌がらせコメントが明らかになったようです。インスタグラムの投稿だけを見ると、どのくらい苦しめられてきたかは伝わりにくいところがありますが、本人がうんざりするほどなのでしょうね。例えば、化粧をしていますか？というコメントは、単なる素朴な疑問とも取れます。それが、マスカラをしているのか？とか、どうして化粧をするのか？というのが繰り返されると、選手としてはイライラしてくることでしょう。その、悪意のないものと悪意のあるものを見分けるのは難しい部分もありますが、わからなくもないと思います。コメントを見ると、化粧をするのが問題ですか？という擁護をするものも見受けられます。本人からしてみれば、化粧してないって、と思うかもしれませんが、これは悪質なものではないでしょう。一部は過剰反応しているものはあるかもしれませんが、インスタグラム上にある以上に多くの DM などが送られていることを考えると大変なんだと思いますね。一つ考えなければならないのは、最近はスマートフォンで撮影すると、勝手に過剰なフィルターをかけたりする機能があることです。美肌機能だったり、唇の血色を良くしたり、眉毛をキリッとしたりとか、またそれを細かく調整できたりもします。時と場合によっては余計な機能ですが、よく知らなければそのままにしてしまいがちかと思います。それを見て化粧をしてると思い込んでいる人もいるかと思いますね。全くしてなくてもしているように見えてしまうわけですから。なんかネットでもオフラインでも、断定しちゃう人いるんですよね。これ絶対化粧してるとか整形してるとか。まあいろいろ根拠があってのことだと思うんですが、もし間違っていたらただの迷惑発言でしかないわけです。有名人の整形議論みたいなのっていつもありますけど、断言して間違っていたらどう責任取るんでしょうね。友達同士で勝手に妄想するのは自由ですが、公の場で断言してしまうと下手すれば名誉毀損にも問われかねません。断定でないにしても思わぬ言葉で人を傷つけてしまうかもしれないので注意が必要です。私もいくつか写真を見ましたけど、最初は女子選手かと思いました。最初に見たのはプレー中の写真ですけどね。なんかちょっとだけ中性的な顔立ちなんですよ。最近そういう男性結構見ますよね。若者とか。チームの公式ページの写真を見ると全くそうでもないんですよね。同じ人って感じ。どうでもいい話なんですけど、おそらく選手全員に英語名、これニックネームなのか知りませんが、彼はエリックでした。何なんだろうこれ。名前を全部読んでられないから実況放送用のニックネームなのかな。化粧議論はさておき、それ以外の誹謗中傷と思えるコメントはもうどうしようもないですね。そうでもして人を罵りたいんでしょうか。
ここまで来るとどういう憎悪があるのかわかりませんが、ありもしないところから生まれてくる誹謗中傷となりますね。AV がどうとか男が好きとか、見た目を発端としたのかもわからない根拠のない悪性コメントは一体何なんでしょうか。韓国では国内で様々な問題が発生したことから、準実名制を採用していたり、悪性コメントブロック機能が採用されています。ただ、インスタグラムのような海外のサービスはそこまでの対応がなされていないので、そこで鬱憤を晴らす人がいるのかもしれません。被害者が極端な選択をしない限り事件にもならないし話題にもならないので、今回のような投稿をメディアが取り上げるのは意味のあることと思いますね。もちろん韓国に限った話じゃありませんから。指殺人って言葉知ってる？一応知ってるけど、コメントによる誹謗中傷で死に追いやるってことでしょ？あ、そういうことなの？元スマップの香取くんのドラマだよ。見た？ちょっとだけ見たけど痛すぎてすぐやめた。そうなんだ。私も、一瞬見たけど覚えてない。テレ東だしね。そうじゃなくてもなんかダメだったね。指殺人って韓国から来た言葉なの？なんかメディアはそう言ってるんだけど、実際検索すると一冊の本しか出てこないんだよね。あれ？ネットで流行った言葉じゃないの？日本のメディアはそう言ってるんだけどね。トム・レビンという人が書いた小説の韓国語タイトルが指殺人だったよ。え？もしかしてそこから来たとか？わかんない。ほら、アイドルグループの人が亡くなったのはコメントのせいじゃないかみたいな話だよね。そうそう。違うの？確かに間接殺人だみたいな話になって、コメントを実名制にすべきだって騒ぎになったよ。うわ、全員実名でコメントするの？結局は行き過ぎだということで実名ではなくなったけど、追跡可能な状態にはなってるよ。じゃあどっちにしろ変なコメントできないね。でも相変わらず凄まじいみたいだけどね。ブロックされましたってコメントが大量に表示されてるよ。そうなんだ。気をつけないのかな？どのくらいで引っかかるかわからないから適当にコメントしちゃうんだろうね。ペナルティがあるわけでもなさそうだし。そうなんだ。じゃああまり意味ないのかな？そんなこともないと思うけどね。でも事件になったらすぐバレるってこと？日本でも結局騒ぎになるとすぐバレて訴えられてるよね。だから気をつけるとかでなくて、普段から自制したコメントをお願いしたいよね。まあ、チャンネルに対する意見は好きに書いていいんだけど。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。ゆるりんって頭痛持ち？私はね、昔は頭痛持ちだったの。私もだよ。でも最近というかここ数年はほとんどないかな。私は気候の変化とかでも頭痛くなって、いつもロキソニンを持ち歩いてたんだよ。へえ、私は薬は使わなかったよ。買ったこともないから家にないし。あれって効くの？20分後には頭痛はなかったことになるくらい効くよ。だけどね、パーソナルトレーニングに通うようになってからなのか、ここ数年頭痛がなくなったんだよ。姿勢を気にするようになったからかもしれないな。私も姿勢は気をつけてるよ。昔はもっと背中丸かったけどね。IT 業界はみんな背中丸いしね。ゆるりんは姿勢いいよね。私の会社には頭痛がひどい女性がいて、頭痛専門の病院に通ってる人がいるよ。その病院に行くと首の筋肉を柔らかくする薬をくれるんだって言ってた。ああ、筋肉の緊張を和らげる筋弛緩薬かな。ストレートネックになってて頭痛は治らないから上手に付き合っていきましょうってお医者さんに言われて、薬をくれるんだって。毎日その薬を飲んでるんだよ。そうなったら大変だね。頭痛専門病院なのにね、治せないんだよ。なんかスマホばっかり見て下向いてるとストレートネックになっちゃうらしいよ。あ、私はその点は大丈夫。スマホほとんど見ないから。たまに電池切れてるし。ゆるりんに LINE 送ってすぐに既読になるのに、実は見てない時があるよね。既読スルーじゃなくて既読未読だね。ああ、あれはパソコンで LINE を開きっぱなしにしてるとそうなるみたいだね。そうだ、いいこと教えてあげるよ。機内モードにしてから LINE 開くと相手に既読がつかないままメッセージを見れるの。すごいでしょう。それどういう時に使うの？
見ておきたいけど相手に見たってことは知られたくない時だよ。例えばストーカーからのメッセージを既読にしたくない時とか便利だよ。ストーカー、白雪さんストーカーいるの？いないって。でももしいたとしたら便利でしょ？覚えておくといいよ。便利なのかな？あれ？今日は頭痛とスマホの関係のお話をしようと思ってたのにいつの間にか LINE のストーカー対策になっちゃった。ああ。